にちは、はるかねです。今日はこちら男性型のねネンドロイドドールのワイシャツを作っていきたいと思います。型紙はこちらで、概要欄にね型紙のリンクを貼っておきますのでダウンロードしていただいて A4 縁なしもしくは原寸大で印刷してください。印刷するのがね難しい方は後ほどまた材料紹介の後でスクショタイムを設けますので、そちらをねスクショしていただいて、ちょっとね枚数が多いのでお手数なんですけれども、方眼紙に書き写して切り出してください。それでは材料紹介をしていきます。まずは生地。今回はね、襟元とか袖口など折り目をつけるところが多いので、折り目が綺麗に作れる綿 100% の生地で作っていきます。特にね、リバティというブランドのタナローンという種類の生地がね、仕上がりも作りやすさも段違いなのでおすすめしておきます。今回これリバティです。そして視聴者さんが見やすいように白い生地にね赤い糸で縫っていきますけれども、視聴者さんが作る時は生地と同じ色の糸で、もしくはね透明の糸とかを使って作ってください。それから端処理にね使う布用ボンド、これ透明マニキュアでも OK です。それからネクタイになる幅 3mm のリボンが 12cm ぐらい。そしてリボンをね、端処理するためのライターとハサミや針などを使って作っていきます。あとね、今回は手縫いで作っていくんですけれども、もちろんこの型紙でミシンや布用ボンドで作っていただいても構いません。では型紙のスクショタイムです。こちらね1マスが 1cm になってますので、スクショを見ながらね方眼紙に書き写してもらえればと思います。ハサミマークがねある部分は切ってください。はい、このようにね切ってみました。こちらの型紙なんですけれども、出来上がり線でできておりまして、縫い代をね含んでいないので、このようにねぐるり全部、3mm ほど縫い代を確保して切ってあります。で、袖と袖口前身ごろは2枚ずつ重ねて切ってあって、襟は1枚ですね。そして後ろ身ごろなんですけれども、後ろ身ごろは1枚で、このようにね、輪と書いてある部分だけこう折り曲げてね、そして切ってあります。ではまずね袖の部分から作っていきます。これを外して、袖口の方をねまず半分に折ります。これをね半分に折ってネイルアイロンをかけていきます。はい、ではね、袖の部分に対して袖口のね折り目が真ん中の方をね向くような形にこのように置いてもらって、外側から 2mm の部分をこう一緒にね縫っていきます。このようにね待ち針で留めたら縫っていくんですけれども、ネンドロイドドールのね服は帯通常位置よりもさらに小さいので、できるだけね生地がごわつかないようにこのように1本の糸で玉留めもせずに縫っていきます。で3回ね、通すと玉留めしなくてもね、止まるので3回留めして縫っていきます。3回縫うとねこのように少々引っ張っても取れないので、このまま縫っていきます。終わる時もね3回縫って留めます。はい、このようにね縫えたらこの生地はねリバティなのでそんなにねここほつれてこないんですけど、普通のねもうちょっと目の粗いブロード生地とかだとここね崩れてきちゃったりするので、その場合はねマニキュアとかね布用ボンドとかを縫って、ほつれ止めしてください。そしたら次にこれをこのようにねこちら側に折り倒してネイルアイロンをかけて、そして押さえを縫っていきます。この時にねできるだけこちら側が表面でこちら側が裏側になるんですけど、表側に縫い目が出ない縫い方で縫っていきます。3回留めした状態で縫い始めます。まずね 3mm ほど進んで表に糸を出します。そしたら表はね、1mmいかないぐらい
そのぐらいを戻ります。それからまた 3,4 ミリ進んで縫います。そして1ミリ戻って3ミリ4ミリ進んで、こういう感じでね、表側には点しか残らずに、裏側にはこちら側ですね、3,4 ミリ長く残るっていう形でね、こんな感じで縫っていきます。はい、このようにね、袖が縫えました。こちら表側で、こちらが裏側になります。そしたら袖口をね、縫った状態で、ここからここまでのね、この長さが3センチ7ミリ、もしくはね、短い袖が好きな方は3センチ5ミリになるように、こちら側をね、切って調節しておいてください。はい、では次に身ごろのね、肩の部分を縫っていきます。こちらが後ろ身ごろ、こちらが前身ごろで、中表になるようにね、このように肩の部分を揃えて、そしてまたね、2ミリの部分を縫っていきます。このような感じでね、肩の部分が縫えたら開いてネイルアイロンをかけて、そしてここにね、先ほど作った袖を、こちら側が表側、こちら側が表側で中表になるようにね、このように合わせてもらって、こちらの端からくるーっとね、縫い付けていきたいと思います。でこの時にね、このカーブがね、縫いにくい場合は少しね、1ミリほどね、切れ目入れていただくと、もう少しね、開くのでまっすぐまでいかないですけど、まあ若干ね、縫いやすくなるかなと思います。でも切るとね、やっぱりこう分解してくる可能性があるので、そのまま縫うことをお勧めしておきます。はい、このようにね、袖が縫い付けられました。そしたらこちら側が裏側で、こちら側が表側なんですけど、中表になるように、このように肩の部分でね、折り込んで待ち針で留めて、そして袖口から、裾までね、縫っていきたいと思います。このように待ち針で留めたら、このね、肩の部分が自然にまっすぐになるように待ち針で留めて、そしてね、必ずずれるはあると思うんですけど、それは放置しておいてください。そしたら袖口ね、折り目からだいたい1センチの部分から縫っていって、そしてこうね、少し気持ち斜めになるように縫っていきます。そしたらこのね、大きくはみ出た部分を切って、そして切った端っこにね、布用ボンドを縫って留めていきます。マニキュアでも OK です。では反対側も縫っていきます。はい、袖口から、裾までね、脇の下が縫えたら、次はね、襟を作っていきます。はい、こちらがね、襟なんですけれども、真ん中の線で半分に折ります。この時ね、中表になるように折ります。よいしょ。
そしてこのラインとね、このラインを2mmの部分を縫っていきます。襟先をね 1mm ほど切り落とします。ここでね3回留めして縫っていきます。ではこれをひっくり返してしっかりねネイルアイロンをかけて綺麗な型をつけていきます。このようにね端が出てしまった場合は糊をつけてねまた押し込んで形を整えます。次に、身ごろの方にね襟をつけていくんですけれども、まず半分に折って半分のラインにね折り目を少しつけます。そして身ごろの方もね背中の後ろ身ごろの部分に少し折り目をつけます。そしてこの折り目同士がねこのように合わせます。そして待ち針でね真ん中を留めていきます。この真ん中のラインから外側へ、真ん中のラインから外側へ向かって縫っていきます。ここね少し生地が分厚くなっているので一歩進んで半歩戻る縫い方で縫っていった方が縫いやすいかなと思います。そしたらこのね襟を少し起こして、そしてこの折り目のままね自然に折れる部分でよいしょ前身ごろを折ります。そしてこのままねこの先まで縫っていきます。この時もね表に出にくい縫い目で縫っていきます。残りねこっち半分も縫っていきます。はい、このようにね襟をつけて袖をねひっくり返しました。そしたら襟をねぐっと立てて、そしてこの部分ですねギリギリの部分を、留め縫いしていきます。はい、そしたら次は一度ね人形にフィッティングさせてみます。そして掛け合わせの部分をね折り返して縫っていきます。だいたいねこの辺りが前中心なんですけど、少しね広めに取っておいた方が安心なので 5mm から 7mm ぐらいのところをね折って縫っていきます。はい、ではね前中心の部分を縫っていくんですけど、縫うのが邪魔くさい方はねもう布用ボンドで留めてしまっても大丈夫です。縫い目をねつけたい方は縫ってください。そしてこの裾の部分もね一緒に 3mm ほどねこのように折り返して縫っていきます。
い、こんな感じでね縫えました。そしたらねこの襟のね付け根のあたりからこの前中心のこのあたりですね、このあたりに、糸がねこうやってピンピン出てるとね着せてから不細工なので、これをね、糊を塗って留めていきます。乾いたら完成です。はい、このように着せてみました。で前の部分ねもうボタンもマジックテープも何もつけずにこのままなんですけど、まあほんわりねこう襟元開けて着せてもいいですし、襟をねしっかり留めて着せたい時はこの襟のね中にリボンを通してネクタイにしてね着せていきたいと思います。リボンをねしっかり襟元の中に仕込んだら片方をねぐーっと短くします。そして長い方を上から一度くるっとねこのように通します。そしてもう一度ね通して、その時にこの V ラインの内側の方にねここに通して出してきます。そして今通ったこの輪っかの中をこれを通していきます。そしてシャツの方をねしっかり整えて、短い方をねぐーっと引っ張ると綺麗に締まってこんな感じに着せられると思います。もうちょっと整えていきます。はい、前回のね作り方で作ったズボンと合わせてみました。このような感じになっております。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画を見てね作ってみたいとかね、もっと動画の更新頻度上げてほしいと思ってくださった方はぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。高評価をね押していただけると本当に嬉しくて、早く次の動画を撮りたくなるのでね、ぜひポチッと1回押してやってください。それからインスタグラムやねツイッターへのフォローやお友達へのシェアもぜひよろしくお願いします。はい、それから、今回のね型紙もこの型紙を使って作っていただいた作品はハンドメイドサイトなどでね販売していただいても大丈夫です。基本ねはるかね TV は全部販売していただいて OK です。その際にねできればはるかね TV の型紙で作りましたとかね、はるかね TV 見ながら作りましたと明記していただけましたらチャンネル登録者も増えるんでね、ぜひみんなでドール人口の分母を増やしていきましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。